皆さん、こんばんは。今日はですね、鉄道技術昔話解説動画第2回としましてですね、ATS と車内警報装置についてということでね、お話をさせていただこうと思います。しばしね、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。ATS と車内警報装置ということで、お話をさせていただこうと思います。ATS とは、ATS という言葉は聞いたことがあると思いますが、ATS の歴史について簡単に振り返ってみたいと思います。できるだけ分かりやすい言葉で書かせていただこうと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。現代は JR 各社並びに中堅施設、大手施設などですね、保安装置の一環として使われる ATS ですが、日本工業規格 JIS E3013 鉄道信号保安用語によりますと、下記のように定義されています。自動列車停止装置。列車が停止信号に接近すると、列車を自動的に停止させる装置。これを ATS というように規定しています。ATS はですね、ご存知の方も多いと思いますけれども、オートマチックトレインストップデバイスと言います。ATS と車内警報装置。ATS 電子ということで、ATS 自体はですね、実は戦前からありました。銀河線で採用されていたような打ち越し機と言われているものがあったんですけども、こちらですね、信号機が赤の場合ですね、レールからバーが立ち上がって、それでブレーキ面というかね、そういうところのバーをですね、押すようになってたんですね。それでブレーキをかけるという、非常に原始的な方式なんですけどもね、確実な方式の ATS を採用しておりました。で国鉄の場合ですね、昭和16年に鉄道省がリレーを使用した速度照射式と呼ばれている ATS を開発しています。こちらの方はですね、広島から下関の間なのでですね、工事が実際始まったんですけども、戦後ですね、資材不足とかで中止になってしまったらしいです。また、戦前ですね、運転士とか機関士はですね、非常にプライドを持ってましたので、またかつ精神論のね、ところがやっぱり強かったので、ATS を導入するといった場合ですね、そのような機会にですね、自分自身のね、運転の技量をね、疑うんかみたいなね、そういう反対論みたいなのもあったとも言われています。それ実際ですね、現場の声もそうでしたし、幹部ですね、国鉄の幹部なんかも、そういうふうなバックアップっていうのはですね、精神論から言ってもね、おかしいみたいなね、そういうふうなちょっと、今ではちょっと考えられないようなね、意見もあったとも聞いております。これは東京の、ね、地下鉄道、今のメトロですよね。で、銀座線で使われていた車両ということで、レールにね、真ん中にバーが立ち上がって、黒い、ね、棒が見えるんですけども、これが車両の方のね、ブレーキのところに当たるというような感じだったそうです。では次行かせてもらいます。軌道電流方式の ATS が採用されたのは、実はですね、都営地下鉄1号線、現在の浅草線ですね、ここに総合乗り入れの京成押上線とともにですね、採用されたのが最初だというふうに言われております。その後ですね、各社施設もですね、同じような ATS のね、試験というか、開発に取り組んでいくわけですけれども、それはちょっと先の別の話なのでね、割愛させていただきます。国鉄にあってですね、ATS を実際設置しましょうとなったのは、昭和37年の三河島事故、後でまた出てくるんですけども、それが原因というふうに、起因のね、きっかけというふうに言われております。それ以前はですね、実は国鉄にはですね、ATS すら設置されていなかったんですね。ただ、瀬戸街道本線などのですね、列車本数が多い区間ではですね、ATS のベースとなったね、車内警報装置が設置されました。この車内警報装置に関するお話をですね、国鉄線というね、雑誌があるんですけど、村井氏が。そこからちょっとね、抜粋してみたいと思います。昭和32年に計画された車内警報装置ですけども、これは実はですね、昭和31年に発生しました六軒駅の衝突事故ですね。
信号機をですね、見落としてしまって、安電側線っていうところに突入した機関車がですね、脱線して、で、そこに、対向列車のね、快速列車が突っ込んでしまって、ちょっと客車にぶつかってですね、客車の乗員をね、死傷させてしまったというね、それがきっかけでした。で、その時ですね、計画された車内警報装置というのは、ABC の3種類があったそうです。いずれもですね、警報を発するだけで、非常ブレーキの動作などをね、行うことはありませんので、運転士のね、注意を促すだけということで、逆にですね、運転士が確認したって言ってボタンを押してしまうと、その後はですね、何も起こらないというね、そういうちょっと中途半端な、ね、代物ではありました。それではですね、車内警報装置 A 型についてですね、ちょっと詳細な解説をね、加えさせていただこうと思います。東海道山陽線で採用されているので、いろいろな列車がね、高速度で運転されているということで、継続して警告を発するようなね、仕組みが作られていました。また将来的にはですね、車内信号や自動列車制御装置に移行できるようなね、構造としてあるんですけども、実際にはですね、昭和37年に ATS を導入するんですけど、この時には A 型からですね、また S 型っていうと、後で出てくる C 型ですね。C 型に劣化してしまうんですね。それはちょっと別の話なので、省略させていただきますけれども、内容ですね、ここに書いてるんですけども、軌道に現代の信号電流以外に高周波軌道回路を設けて、進行区間と注意区間では周波数を変化させて、誘導電流を発生させですね、車上に受信。進行区間では白色灯、注意区間に入ると赤色灯が点灯し、ベルが鳴動しますと。乗務員が確認ボタンを押すとですね、ベルは鳴り止むんですけど、停止区間に進入すると、赤色灯2個が点滅して、ブザーがね、鳴動し続けるということで、一種のね、車内信号とも言える仕組み、っていうか、車内警報装置になってるんですね。ただ、2個が点滅してですね、ブザーが鳴り続けるといえどもですね、ブレーキをかけないと、ね、当然のことながら衝突してしまうという仕組みですね。一応こういう感じのイメージだったのかなっていうことで、ちょっとイメージで作ってみました。車内警報装置 B 型についてね、説明をさせていただこうと思います。車内警報装置 B 型はですね、電車区間用、山手線とか京浜東北線とかですね、総武線、中央線ですね、関西でしたら大阪環状線であるとか片町線などでですね、採用されました。電車信号専用のね、電車区間専用の、車内警報装置ということで、停止信号機の手前のですね、制動距離プラス余裕距離に近づくと、地上の接近系電機が動作しですね、自動信号の軌道回路に電流を流して、それをね、車輪が短絡するということで、車上の受信機でですね、周波数が変わったということで、赤色灯を点灯させて、ベルが鳴るという仕組みらしいですね。この場合ですね、車両の、レールにですね、常に電気が流れているということで、この写真にあるように、こういう風なね、車上紙っていうんですけれども、これがこう、ついてましてですね、ここでも電流というか電波をですね、受信しながら走ってたわけですね。で、この場合、この ATS の B 型に関してはですね、その後、車内警報装置から ATS にするときに、停止機能を付加させてですね、ATS の B 型車ということで、移行してます。この装置もですね、実はもう現代はATS の P か、もしくはね、S に集約されていますので、B 型の ATS 自体はですね、現代は見ることはできません。もう一つがですね、車内警報装置 C 型と言われるものです。車内警報装置 C 型っていうのはですね、A 型および B 型車内警報装置区間以外のね、線区で急行準急列車がね、運転される区間に使用するもので、誘導電流のね、仕組みを応用したものでした。でこの仕組み、自動区間でですね、遠方信号機とか
場内信号機の箇所に地上設備を設置し、停止信号ですね、時に列車がその上を進行すると、周波数の異なる高周波を流して、もしくは電流値を変化させてですね、警報音を発するというもので、これもですね、やっぱり乗務員が確認ボタンを押すと、ベルは鳴りやむんですけども、警報その後はね、発しないということで、あまりね、これもよろしくない。一応図をちょっとここに書いてるんですけども、左側の図が進行ですね、停止ですね。停止の場合ですと、ベルが鳴ると。で、進行側になっていると、ベルは鳴らないということでね、簡単な解説が書かれております。よいしょ。それでですね、この ATS の C 型っていうのはですね、これも実はありません。というか、現代はですね、この C 型っていうのは S 型っていうのに変わってます。S 型と C 型の違いは何かと言いますと、S 型っていうのはですね、トランジスタを採用したということで、さらに小型化された装置になっているということらしいです。ですので、C 型と S 型っていうのは基本的には同じものなんですけれども、中の使っている部品が違うということで、現代は C 型がありません。それでも S 型っていうのはですね、現代も JR ではですね、地方線区なんか行きますとね、AS 型というのがまだ数多く使われております。それでですね、車内警報装置を入れたことでですね、事故はなくなったのかというと、実はですね、そうでもなくてですね、車内警報装置はね、あくまでも警報を発するだけであり、確認操作後ブレーキ操作をしなければね、衝突する事故を起こしかねず、実際ですね、昭和35年の1月1日、準急ハバナっていう列車がですね、東京駅構内で停車中の横須賀線電車に追突するというね、事故を起こしちゃってます。それはね、ちょっと恥ずかしい話ですけどね、実際そういう事故があったということでね、まして正月早々にね、あまりちょっと好ましい話ではないです。そういう事故がやっぱりね、引き続きあったんだっていうことをね、知っていただければな、なんて思います。ATS のですね、車内装置とね、つけたということで、事故がね、激減したのかというとですね、残念ながらですね、そうはいかなかったんですね。実際ですね、昭和37年には一番恐れていたね、大事故が起こってしまいます。三河島事故ですね。この事故でですね、160名の方が亡くなられてですね、なおかつ296人のね、負傷者を出すというね、国鉄でもね、最悪の事故の一つになりました。この事故はね、いろいろ複数の要因があるんですけども、貨物列車のね、機関士が信号を見落とした。それでブレーキをかけたのが間に合わなかった。で、安全側線に突っ込んでしまって、で、線路を死傷したと。そこまではね、やむを得ない部分もあるんですけれども、その後、接触した運転士ですね、電子の運転士が、それでは脱線するわけですけども、脱線して今度は、また反対側の線路を塞いじゃうんですね。でその時約20分の時間があったのに、列車の、その対向列車の手配をね、停止手配を行わなかったということがね、一番大きな要因なんですけども、そういうことをね、その根本を探っていけばですね、信号手前でね、貨物列車が止まっていれば問題なかったんではないかということで、これが原因で、ATS のですね、設置っていうのがですね、非常に議論されることになりました。常磐線に関してはですね、ATS の設置とですね、なおかつ防護無線ですね、これの設置が並行して進められることになったと。またこれとは別にですね、鉄道ファンの間ではね、結構有名な歩き艦女子というね、映画がありますけれども、あれはね、もともとは、国鉄がですね、国鉄こんだけ安全に配慮してますよっていう PR 映画を作ろうとしてね、発注したものらしいです。ただですね、国鉄が描いていたね、安全に確保をこうやってるんだよ、みたいなね、そういう映像じゃなかったので、結局放映されることなくですね、お蔵入りしてしまったという疑惑のあるね、作品だそうです。実際はですね、今もね、YouTube なんかでも見ることできますしね、あれを見ると当時のね、やっぱり鉄道の
様子っていうのは非常によくわかるので、それはそれでね、作品としてはね、非常に立派なものかなと。国鉄にしてみればですね、いかにも安全やってますっていうね、そういう、PR 映画というイメージからですね、かいかけは取ったんで、激怒したんだというふうな話は聞いております。最後までご覧いただき、ありがとうございました。